こんにちは、ハルトです。9ナートリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。知的不言思考法髄でも持っている想像力のスイッチは、一極王公園によって書かれ、多くの読者から支持されている知的思考と想像力開発のための実験的ガイドです。本書は日常生活や仕事の現場で相互するさまざまな問題や課題に対し、柔軟かつ多面的な視点を持ってアプローチする知恵を養うことに重点を置いています。現代社会は常に変化しており、単一の視点だけで物事を判断することが難しくなっています。そんな時代において、自分自身の復縁をしっかり育てることが生き抜くための大きな武器となります。著者は教育学や社会学のバックグラウンドを生かし、理論だけでなく実際の応用やトレーニング方法についても丁寧に解説しています。理性系文系を問わず、学生、社会人、リーダー層など幅広い層に仕向けて、既存の常識型を乗り越え創造的に問題を解決するための思考のエンジンを提供してくれる一冊です。複雑な問題解決や人間関係の向上、新しいアイデアの発想法など多岐にわたるテーマを掘り下げているため、きっと自身の人生や仕事に役立つ内容が盛りだくさんでしょう。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、復元思考法の基本概念。復元思考法とは、一つの模読を多角的な視点から捉える思考法のことを指します。本書では単一の見方や理解に依存せず、異なる立場や背景、価値観から問題を分析することで、より深く本質に処理、解決の広口を見つける知恵を組みます。人間はどうしても自分の経験や知識、過去の成功体験に引っ張られがちですが、それだけでは一の課題に十分対応できません。本章ではまず復元を持つことの重要性と、一時的に時点を切り替えるトレーニングの意図を明確に解説しています。この概念を理解することで、読者は知聴以降の実験的ノウハウを最大限に生かす準備が整います。加えて、復元思考がなぜ現代社会で求められているのか、情報格多の時代にこそ必要な理由も詳しく解き明かされます。著者は歴史的磁力や現代社会の問題を教えつつ、復元思考の力でどのように新しい発見や創造がもたらされるのかを紹介し、読者自身の知的好奇心を刺激します。次に、想像力と論理力のバランス。本書の主の一つが想像力と論理力のバランスです。いくら創造的なアイデアが浮かんでも、現実社会では論理的な説明や裏付けがなければ、人を説得したり共感を得たりすることはできません。そのため、著者は自由な発想と金と立てた思考の両立を強調します。想像力に関しては、既存の枠組みにとらわれずに考えるヒントや、柔軟にアイデアを広げるワークショップなどが紹介されています。一方で、アイデアを現実に落とし込むためには、論理的な検証や反証のプロセスも不可数です。これらを効果的に組み合わせることで、独創的でありながら説得力を持った提案や解決策を生み出すことができるのです。さらに、チームや組織での共通作業において、メンバーそれぞれの異なる強みを生かすためのポイントも解説されており、ビジネスや学問、教育現場までも幅広く応用可能な内容となっています。さらに、多様な視点を取り入れる技法、復元思考を具体的に実験することとして、本書では他者の視点を積極的に取り入れることの大切さを説いています。例えば、歴史上の美人や全く異なる立場の人々になりきって考えるエクササイズ、または反対意見に耳を傾け、自分の考えと突き合わせてみる方法など、多様な技法が紹介されています。こうしたエクササイズを通して、読者は自らの思考の英直を安らげ、多様な選択肢や解釈の余地が広がるのを体感できます。著者はさらに、日常の会話や議論、報道の読解など、具体的なケーススタディを使いながら、異なる視点を効果的に薄く取り込むプロセスを解説しています。多様性が求められる現代社会において、他者理解さや共感、イノベーションを生み出す必須スキルとして、復元思考がいかなる場面で役立つのか、
出力とともに解き明かしています。そして実験トレーニングと日常生活での応用。本書では復元思考を実際に伝えるための具体的なトレーニングメニューや日常での応用アイデアが多数紹介されています。例えば毎日のニュース記事を異なる立場から読む習慣や、ちょっとした出来事を友人や家族と異なる視点で討論するなど、身近な場面で気軽に始められる時間法です。またビジネスの現場やプロジェクトチームで活用できるワークショップ形式のトレーニング、振り返りのための質問リストなど、職仲間や学校で役立つノウハウも豊富です。読者はこれらを続けることで、自然に自分の思考パターンが広がり、復元的アプローチが習慣化されていくのを実感できます。特に失敗や逆境に直面した時こそ、復元思考が新しい発見をもたらし、自分と他者の両方にとって納得できる解決策を模索する強みになると解説されています。最後に、知的謙虚さとコミュニケーション力、復元思考法を支える重要な素養として、本書は知的謙虚さとコミュニケーション力を挙げています。自分の考えに固執せず、常に他者の意見や新しい情報に耳を傾ける謙虚さが、多様な視点を取り入れる土壌となるからです。また、意見の違いによる対立を生産的な議論に変えていくには、相手との立場を理解し、丁寧に対話する能力も不可欠です。著者は実意の議論における注意点や対立を乗り越えるためのフレームワークも提示し、コミュニケーションの質を高めていく方法を具体的に解説しています。知的謙虚さが身につくことで、偏見や相合点を避けられるようになり、より多くのアイディアや学びを自分のものにしやすくなるのです。これは個人の成長だけでなく、社会全体の健全な発展にも大きく寄与するスキルと言えるでしょう。結論として、知的不言思考法水でももし持っている想像力のスイッチは、現代を生き抜くすべての方におすすめしたい一冊です。学生や社会人、管理職や教育者だけでなく、日々の暮らしでより良い人間関係や問題解決を目指したい方にとっても、多くの気づきと実験的なヒントを与えてくれます。本書の最大の魅力は、理論と実験をバランスよく解説している点です。単なる思考法の解説でも終わるのではなく、日常ですぐにかませるトレーニングや他者とのコミュニケーション、チームでの活用法まで網羅されているため、知識としてだけでなく、日々の行動に直接して役立てることが可能です。また、復元思考力は今後、ますます多様化、複雑化する社会に求められる必須スキルであり、自己成長やキャリアアップを目指す人にとって欠かせない自己投資となるでしょう。他の類似書籍と比較しても、一億光公園の長年の研究と教育の現場経験に基づく具体的なアドバイスや豊富な磁力紹介が特徴的です。新しい視点を手に入れたい方、柔軟な発想力を育てたい方、論理と創造のバランスを高めたい方には、ぜひ手に取って試していただきたい一冊です。そして知的好奇心を高めるためにも、他の本にはない実験的なアプローチや多面的なものの見方を学ぶことができ、確実に人生や市議の地にポジティブな変化をもたらしてくれるでしょう。ご支援いただける場合は、一没公園ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。